日月報、塩田正宏です。先ほどの動画で、産賃について、やっぱ、他の道場とは違う部分っていうのは結構見れたと思うんですけども、そもそも中国武術がどうやってるのかっていうのがあんま分かってなくて、ちょっとそこをね、西田先生に、ちょっとお聞きできればと、思ってます。そもそも中国武術の産地とかは、どうなってるのかとか。そうですね、先ほど来から申し上げているように、中国武術の、経力という考え方ですね。経力を作るための一つの型であるというふうに、私は解釈しています。でそのためには、力みじゃなくて、やはり、緩めていかないと。で、腹筋を使っちゃいますと、当然力みですよね。心筋系の動きをやることによって、経力が通る、経動が作られるというふうに考えます。パワープレの一つの形で、これ伸ばします。それから、握ります。この時に、こういう握りじゃないですね。こういう心筋系の握りです。それから、このまま、このような形で、こういう返します。これが一つ力の出し方ですね。握ったものを戻す。引いて、握って、ねじりが入ったものを戻す。これで力を出しているわけです。で、伸ばして、ねじって、ねじりながら伸ばすということです。これが一つのパワープレにおいての体の作り方というふうには言えると思います。本来、中国武術は最初に習う形の中に、その流派の、原理的なもの、実利的なものが入っていたと思います。例えば今の釣り剣のパワープレですね、あるいは太極拳の姿勢、この乱尺儀というところですけれども、法と類と正と、4つの形の中に、太極拳の戦い方が入っていると言われています。それから、経験の三体式ですね。この形の中にも、そのねじり、あるいは戦い方が入ってきています。それから、八景章の双剣ですね。この状態で円の円周上をぐるぐる回るわけです。で、そうすることによって、体を練って、産地と非常に似ているようなことですけど、風格は全然違います。それから、沖縄豪州流の、いわゆる産地ですね。産地に始まって、産地に終わるというような形で、産地の中に、豪州流の、要するに原理、あるいは技術が入っているというふうに思われます。今のこの動作も全部実践で使える。そうですね。解釈すれば技として使えます。ちょっと質問してよろしいですか。今伺った範囲で言いますと、先生、こうやって手から木を出すというか、ここに開いたときに手のひら指の先、木出てきますね。足からも吸ってらっしゃいますよね。足から吸ってらして、背骨取って前、それで消化体のあたりが内側からうわっと張るような感じにして、こう出してらっしゃいますね。ただ、そこまで意識してるんですね。実際にね。やっぱり多分、おっしゃるようなことをやってると思います。それが基本訓練の中でやってきたものが、多分身につくっていう、自然にそうなってるんじゃないかと思います。やっぱり、さっきちょっとオフレコでお話ししたんですけど、ホモ・サピエンスである限り人体の構造と機能と一緒ですから、そこに根ざした普遍性があるからこそ、いくつもの流派の動きもよーく線に詰めていくと同じところになるというか、そういうことを今先生が教えてくださったのかなと思いました。で、先生、視聴者の方も、見て、すごいなーって思う動画ではなくて、例えばやって、なるほど、こういうことだったのかって実感してもらいたい動画にしたいと思ってるんですよ。ちょっと、私、中国拳法をやったことがなくて、どういう風な感じでやれば、力が発揮できるのかっていうのを、私の体の中で、なんか教えていただけたらと思うんですけど。そのねじりの原理ですね。ねじりって、
僕たち構えがこうやって、なんか沖縄空手をやってる人はこうやって、外旋内旋と使って、ここ腰と繋がるようなっていうような、こういうね。まあ、三人で考えたねじりは、先ほど言ったように肘を、これをこうしておいてですね、はい、ちょっとわかりやすい肘にしていただいて、このまま肘を何もしないで緩めて曲げてみてください。そしたら、こう曲げるだけです。こう動かさない。力に曲げるだけです。そうするとですね、この指が表ゆっくりやっていくと。まあ、こうやると、普通にこうツイストするんですよ。そうですね。はい。ここから、この状態から曲げると、これだけツイストしています。今、自分の腕が、指がこう、ツイストしている。これが三人二重なんです。この状態で、まあ、軽く握っていただいて、脇にこうしてですね。この状態で三角力学がちょっと軽く働くと、ここでこういう力が。大門。ちょっとやんなかったよね。今やんなかったら軽くなってるってことですよね。こう、はい。これで。全然強い。てか腰にきます。腰に来るってすごいですね。腰と連動してしなきゃいけないんです。なるほど。左腰に来たな。全然、今、重さが、まあ、普通にこうやってたら、そうか、こっち使っちゃうか。補填したら、ここの重さが腰に来るようになりました。で、まあ、あとは、これ今、腹筋使ってますので、こうすればもっと強いわけです。ですから、まあ、両手でこう押したときに、こういう力があるんです。で、それで、まあ、そのまま肘を固定して、手首を返していく。そう全然、持ち上げられる。ちょっとね、石渡さん、俺の手も持ってみる。こう下にこう。なんで全然持ち上げられる。腰に来るから。腰に来る。重いでしょ。重いっていうか、下がらない。なるほど。で、まあ、今、先生、意識も腰に来るんですけども、太極拳の規制なんで、こうですね。こうです。あるいは、こういう形で相手を持ち上げるから沈めるか。どうする腰からの力を出す練習として、まあ、先ほど言いました、統一されている腰、腹、腰、肩、腰、尻ですから、腰の力で、まあ、持ち上げていると考えられます。あるいは腰の力で落としているという。それが太極拳の規制です。今わずか5分も教わってないで、こんなにちょっと強い体ができたので、多分皆さんも、空手やってる方もここに来たら、ちょっと一緒でちょっとコツとかを教えてもらえると思いますので、強くなると思います。さっき先生丹田呼吸っておっしゃってたけども、その丹田呼吸も皆さんこう理解しないというか、僕もある時誰かの先生に、剣を、大体振る時にみんな吐くけども、振る時に吸うんだとかなんか言う先生もいて、で、先生の本でも、例えば、息を吐く時にお腹へこむじゃないですか。でも逆にしろっておっしゃっていて、で、これ、それで武道的に強くなるとかは、まあ、それもいいんですけども、まあもちろん大事なんですけども、自分の人間的な体、健康になるための秘訣だと思ってるんですよ。自律神経を整えたりとか。で、僕そういうところ、武道をやって、なんか、その人の体の健康にならないと意味ないと思っていて、で、正直極真空手をやってた方々、すみません、僕が知ってる方は人工股関節になっていたりとか、歩けなくなってたりとか、4、50お若いのにって思ってて、ちょっと、いや、それじゃ健康にならないんじゃないかって思ってた部分があるんですよ。で、先生の本をこう読んでいて、やっぱ人を健康にするというか、もう人間本来の姿にこう戻すようなのが、先ほどの本の最終ページとかに書かれていて、やっぱりそこってのを、ちょっと皆さんにもお届けしたいっていう思いがあって、その呼吸の仕方だけちょっとマニアックで地味な動画になってしまうかもしれないんですけども、あれすごい大事だなと思っていて、で、僕もちょっと今学ばせていただきたいなと思ってます。まあ、一般に腹式呼吸って言いますと、吸った時にお腹が膨らみますよね。吸った時にお腹、で、吐いた時にお腹がへこみます。これがまあ、腹式呼吸で、まあ、一般的には健康法として、で、
逆腹式呼吸っていうのは、吸った時にお腹がへこんで、吐いた時にお腹が膨らむと。これが逆腹式呼吸、あるいは丹田呼吸という言い方だと思います。で、どちらかというと、これは武術的な、体の呼吸の仕方だと思うので、私の場合、その腹圧のレベルしかよくわかりませんけど、横隔膜云々という、あると思うんですけど、この丹田に力が入った状態、それから抜いた状態、入った状態、抜いた状態を、この呼吸と一緒に合わせる。で、これが三振の息吹。吸って吐くときに腹圧をうんとかける。これが十分に長く強くですね。で、だんだんそれが長く強くなって、長く、弱くてもいいから腹圧をかけていくっていう形ができることが、障害的に、若いうちは強い呼吸でいいと思うんですけども、だんだん、ある程度の年配になったらば、そういう強い呼吸よりも、長く、弱くてもいいから、腹圧をかけていく。で、パープルの呼吸がみんなそうです。ですから、ここで、パーッと吐いて、ここで吸ってます。で、ここで吐いてます。ですから、その繰り返しで、ですから、気候法でもあるわけですよ。で、もう一つ逆に、三鎮をもう少し深く、考えてみますと、三鎮で、締めた時ですね、当然足、膝、後ろ、電気も締めてるんですけど、肛門を締めて上げるんです。肛門を締めるっていうのをよく聞いてましたが、上げる、締めて上げる。そうすることによって、先生おっしゃった、自律神経にダイレクトに作用します。すみません、肛門を締めて、お尻を締めて、電気を締めますよね。それだけだと締めただけですから、肛門虚筋という筋肉があるんですよ。それをこう上げるように。上げるようにすると、どこの筋肉？お尻の、肛門の筋肉です。これをこう上げるような、ちょっと具体的には。さっき先生が直していただいて、こう、後ろにこう締めて、肛門をこう上げると、肛門虚筋という筋肉が働くんで、そうすると、どうやら自律神経との関わりが生まれるらしいんですよ。で、特に胃腸やなんかの弱い方は、これ繰り返すと胃腸が強くなってくると言われてますね。現代人はやっぱ本当に自律神経優位に、そうですね。僕もそういった時期があったので、こういう武道とかも使えて直せるんじゃないかなっていう部分がちょっとあったので。日常的でもストレスありますよね。暑い寒いだけでもストレスですから、その時に自分がストレスと感じた時に、今のような、別に三鎮の構えしなくても、肛門を締めてあげるってことで、そのストレスを受け付けない、そういう体になってくるようですね。これが、三鎮の場合は、こういう形をとって叩くわけですよ。つまり、外力を加えることによって、そのストレスを跳ね返す体を作ってるわけです。ただ単に、叩きに強くなるんじゃなくて、その自律神経を強くするために肛門を締め上げることによって、さらに叩くことによって、さらには、そういう意識と、それからその自律神経の関係が出来上がってくるように思いますね。丹田呼吸法っていうんですよ、知ってた？知らないでもなんかやってない太極拳ではやらない。太極拳では呼吸法は自然な呼吸って言われてますけど、呼吸自然って言いますもんね、動作に合わせて。肛門を締めるのは野口生態的には心臓の強化法とかでよく使います。心臓の強化法。でもそれにもやっぱつながってくるのかもしれないですね。自律神経でしょうね。強化ということは、心臓も心筋も自律神経を起こしてますからね。つまり一般的に丹田とか丹田って言ってもどうやって使うんだって思う人がいるけども、肛門を引き締めて、お尻の筋肉を上に上げるようにすれば、それは丹田を使えてるってことになるので、ちょっと試してみると、本当に、多分緩く生きてると思うんで、今の人たちは。当たり前だけどね。試してみるとね、ちょっと、健康に暮らしていけんじゃないかなと思うので。腹圧がかかると、腹圧がかかると肩上がらないんですよ。で、肩上がるってことは、腹圧がかかってないってことですよね。だから、腹圧をかけることによって、その肩の上げ下げがコントロールできるわけですから、肩の力を抜けってことは、腹に力を入れるってことですからね。ぜひ、皆さん試してみてください。ありがとうございました。